こんにちは、あやかです。今回は私の作曲する方法っていうのをお伝えしていこうと思います。本当に簡単な方法なので気軽に参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。作曲って聞くと本当に作曲の能力がある人、音感がもう完璧にあって特別な人しかできないみたいな印象もあると思うんですけど、私としては音楽ってすごい昔からもうギリシャの時代とか日本で言ったら舞とかそういうところからあったものだと思います。シルクロードとかそういうのでつながる前からいろんな各地であったっていうことは人間の鼓動がやっぱリズムを打っているように人から自然に発生するものなのかなと思って、そういう神秘的なところもすごい好きだなと思うんですけど、そういう成り立ちからもう分かるように音楽って特別な人のものじゃなくて私たちの生活密着したものだと思いますし、イライラを吹き飛ばしてくれたり悲しい時も楽しい気分にさせてくれたり、本当にそういう効果があって素敵なものだなって思ってるので、私自身はビートルズさんとかレッド・ツェッペリンさんとかがもともと好きで、そういう曲を聴きたいなと思ってそしたら自分の聴きたい曲を作れたらいいなっていうところから始まってます。実際作ってみたり勉強させていただいた中で全部勉強したら作れるとかじゃなくて、ちょっと勉強したらその分を使って作曲していく、実験しながら作曲していくっていうのでも全然いいんじゃないかなというふうに思うので、最低限これを知っていたら作曲できるっていうものをお伝えしていけたらなと思います。では始めていきたいと思います。まず私は作曲するのがちょっと久々になったので、昔ねこんな感じで自分でコードとかいろいろ勉強した時にまとめたノートがあります。それをね読んでこれ忘れてたなっていうのをあぶり出して学習を深めていくってことをやっています。で、私はねちょっといろいろ勉強し直しますけど、私は一番最初作曲する時にはキーとコードの種類だけ知っていればできるんじゃないかなと思ってます。で、キーっていうのはいろいろメロディーやってて結局ジャーンが落ち着くなって思ったらこれが一番中心の音なんだっていうのが分かります。それが例えばドだったらドレミファソラシドっていうのは CDEFGAB に置き換えられるんですけど、キーがドということはキーが C ということになります。そしたらコードっていうのがあるんですけど、コードっていうのは簡単に言うと3つの和音からできてる音になります。そしてキー C が決まりましたね。そしたらキーの音を1度としてそれ以降の音それぞれからコードを作ることができます。それが基本的には1度、2度マイナー、3度マイナー、4、5度7、6度マイナー、7度マイナー7フラット5になります。で、それをドのキー、つまりは C のキーに当てはめると C、D マイナー、E マイナー、F、G7、A マイナー、B マイナー7フラット5っていうことになります。で、いろんなコードがキーからできたと思うんですけど、このコードの中に3つの種類があります。わかりやすく言うとそれがトニックとサブドミナントとドミナントになります。トニックっていうのはめっちゃ安定してるっていう音で、サブドミナントはちょっと不安定だなっていうコードで、ドミナントはめちゃめちゃ不安定だっていうことになります。トニックは C と E マイナーと A マイナーになります。これには強さがあって、 C の次は E マイナー、A マイナーっていう種類なので、これを逆行することはできないです。だから C の次は E マイナー、 C の次は A マイナーもできるし、 E マイナーの次は A マイナーもできるんですけど、 E マイナーから C、 A マイナーから C っていうのはできないということになります。
でサブノミナントはちょっと不安定なやつですね。それが d マイナーと F になります。で次にドミナントは G7 と b マイナー7フラット5ということになります。ドミナントからサビドミナントに行くことは基本的にできないということさえ覚えていれば、この3つの組み合わせでコードを作ることができます。ってな感じで、理論とか他にもねいろいろ勉強したい場合はね、なんか本を買ってみたり、私はちなみに買った本は一番最初に買ったのはこのコード作曲法と作曲入門っていうのを買いました。これは学校に行く前にね買ったやつになりますけど、基本的なことがたくさん書いていましたので、絵も綺麗で読みやすいからいいんじゃないかなと思います。でなんかもうちょっと難しいことも勉強してみたいっていう時はこれを買うと、こうモードっていう理論がちょっと理解できるようになったりとか、もうすごいスタンダードなジャズの曲が入ってるので、それを聴くだけでもすごくいい気分が良くなるよ勉強する気ないやん、勉強してくださいね。っていうことで次は作りたい曲の雰囲気を明確化していきます。私の場合はさらに作りたい曲のジャンルを勉強していきます。そのジャンルを代表する曲を集めて、どのような要素がそのジャンルの特徴を決めたり雰囲気決めてるのかなっていうのを調べていきます。具体的にはコードとかメロディーとか楽器の入れ方とかを見ていくっていう感じになります。また最終的にアレンジする時に楽器全体のバランスっていうのもジャンルによって結構違うので、このジャンルではどういうバランスでアレンジをしていったりとかミックスしていくのがいいのかなっていうのも見ていきます。で作曲の方法ってメロディー先行かコード先行かっていう2つに代分されるみたいです。私の場合はサビだけは必ず鼻歌で作ってます。なんかサビってやっぱキャッチーな方がいいと思うので、ここはもうめちゃめちゃ耳に残るなみたいないいメロディーを作りたいので鼻歌で作ってます。その後の要素っていうのはそのサビを生かすより目立たせるような構成とかメロディーとかコードになるようにしていくっていう感じで作ってます。でこのメロディーを考えるときは結構携帯にメロディーを録音しておいて考えついた時にでそれを見返したりとか、あとは実際に楽器を持っている方が思いつくことが多いのでピアノを弾いてみたり、あとギターも実際鳴らしたりとかベースも鳴らしてみたりとかして、なんか自分にイメージが近いメロディーを探していくって形になります。そのメロディーができたら次はコードをつけていきます。基本的にコードっていうのは著作権がなくていろんなものを有名なのも使っていいっていう風に言われてます。なので定番のコード進行っていうものがありまして、それについて、定番のコード進行とか調べると出てくると思うのでちょっと見てみてください。あとジャンルによってたくさんのコードを使っているのか数少ないコードでアレンジしているのかとかも違いますし、その時の流行りとかもあるので、なんか自分がかっこいいと思う音楽ってどうやって作られているのかなって調べると、すごい難しいことしてるのにかっこよくならないっていうのは難しくすればするほどいいというわけじゃないっていうことを思うので、ダサいかどうかとかセンスがいいかとかって何をそう思うのか、一般的にそう思うからそれがいいのかとかってそれってすごく主観的な話だと思います。いろんなジャンルがあっていろいろいいと思うので、自分が本当にいいなって思うものをもう見つけて、それがやっぱさっきの分析じゃないけど意外と難しいコードをしてないことがかっこよさにもつながったりしてるし、難しいなんかリズムをすればするほどなぜかダサくなっちゃうこともあると思います。だけど作り出さないことには
それが評価できないと思うので、とりあえずもう片っ端から作る。私はこう基本的にそのジャンルの特徴に合わせて1小節ぐらいでとりあえずトニック、サブドミナント、ドミナントっていう3つをとりあえずつけちゃいます。でやってみて、もうそれだけでなんかいい曲だったら弾き語りとかは特にコードに紛らわされるんじゃなくて歌うことに集中した方がいいとも言われてるので、シンプルなのでいければそれもいいと思いますし、自分がその時目指してるジャンルがなんかちょっとこじゃれたコードを使うっていうジャンルを目指してると思ったら、別に誰が何と言おうと目指しちゃえばいいと思いますでも一番大事なのは本当に誰かがダサいとか言うんじゃなくて、自分がかっこいいと思うこととかこう目指してるものっていうのを作り出すことが一番大事だし、それを作ることでそれを評価してくれる人が集まっていくと思います。そこまで望んでなくて趣味で作るのもいいと思うんですけど、人の曲をダサいっていう人は生き方がダサいので本当気にしなくて大丈夫です。ということで、なんか簡単にねやってみました。まだ私もメロディーちょっと本気前にできてないんですけど、しっかりと納得いく雰囲気の曲を作りたいなというふうに思ってます。こう音楽って歴史的にもこう盆踊りがあったりとか、なんかそういうのがあるように、こう音楽的にすごい人みたいなのはそれは昔からそれも歴史的にいる人だけど、そういう人のためだけじゃなくて本当にね一般の庶民の人が踊り明かすみたいな、そんなところから音楽って来ていて、すごく土着だったりとか一般市民もそれぞれ楽しめるものだっていうふうに思うので、あまりこう格調高いものだなって思いすぎずに、なんか自分でね作ってみたいなと思ったら全然自由に作っちゃえばいい話なんで、もちろん勉強を進めることも演奏技術を進める習得して熟練していくことも人に聞かせるとかなったらすごい大事なことだと思うので、私自身もっともっと頑張っていきたいなって思うんですけど、みんなのものであると同時に自分のものだと思うので、なんか自由に作れたらいいかなと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ鼻歌でねワンフレーズだけでも作ってみてください。バイバーイ。